現場ボーン。ビーバーの数も777匹を超えビーバーがフィーバーした我が町。1000匹目指して今回も開発しましょ。早速開始早々安定の爆破。山城には倉庫がちょっとしかないので、ここを掘ってがっつり倉庫を作るつもり。前にも作った田岡式倉庫だな。城内で放水して緑地化したいので、排水用に裏側の壁をちょっと削りました。排水する水は川に戻ってく仕組みになってるのな。そんなわけで放水場もポチッとな。これでカッサカサの城が潤うな。いい感じに緑になりました。いのちの水。ちょうど干ばつ明けか、大爆風のカッサカサな霧が復活していくな。左遷現場近くの遺跡がいっぱいある島も、行動範囲の限界が来てるので、そろそろ新しい地区の中心を作る準備を始めましょ。とりあえず爆破して用水路作ってる感じかな？倉庫なんかも必要になるので先に作っちゃいましょ。農場作っちゃえば左遷現場の農場からも食料持ってこれるし、倉庫必要だな。今回はザンダム奥の平野を開発しましょ。平野ってか、お前が爆破して更地にした場所じゃねえか。そうでした遠くから見るとここらへん。大爆風が隠れない感じのさじ加減が求められるな。まずは畑を作りましょ。臨済式農業やってるつもりでそれっぽい畑を区画割りしておりますです。みんな大好きノーフォークノーホー。アイアンティースの命のもと、ベリーはこの辺で育てましょ。繁殖ポットの原料だもんな。こんな感じになりそうろ。奥っ川が溢れてて気になって仕方ねえな。それはそのうち対処しましょ。おい。収穫した作物を保管するために倉庫を作ります。小麦粉やらパンやらも保管しなきゃだから大容量で頼むんだぜ。あいよ。それっぽい感じになったかな？大爆風の遊園地と景色ちょっと被っちゃったな。残念。屋根とグリルを設置して、隣の山もちょい爆破指示してしばし放置。お前また爆破しおってからに。微妙に狭かったんよ。さよか。ちょびっと畑を削って、運搬員と建築作業員の施設を作ることにしました。まあ食料25000くらい余ってるし問題ないか。そのうち問題になる。マジか。はっぱー。左遷現場の城予定地も、用水路工事が着実に進んでるな。倉庫も完成してたんだけど、立体的に作りたくなったので壊して作り直します。大きな倉庫って何気に木材62板80使うから、無駄建築は控えような。ごめんちゃい。しかしこのデコボコした形マジ使いにくいな。上の階層は城壁の足場からアクセスできるようにしたりと、色々気を使っております。細かい気配り。前回作ったエンジンのせいで、大爆風の木材が枯渇。創意工夫への賛美の動力源だよな。動いてなくても困らないので2期停止しました。町の行動範囲のギリギリに森番の詰め所を立てて植林して木材もちっと育てましょ。まあ使ってない土地は有効活用した方がいいもんな。はっぱー。山城裏の町も改修工事か。微妙な空きスペースが気になったので、整地して農場にしちゃいました。用水路にため池もあるし、安定した農場になるといいな。はっぱー。今度は山城の田岡式倉庫予定地か。あれなんか水溜まっちゃってる？まあ、いっか。おいちゃんと調べろよ。とりあえずどこから浸水してるかわからないけど、倉庫ねじ込んじゃいましょ。ここも足場下の道からアクセスできるようにして、地味に倉庫への行き来が改善されてるな。前よりも階段がごちゃごちゃしてませんです。あ、やべえ、ビーバーたちが飲み水足りないアイコン出てる。ビーバーの数もいつの間にか900匹超えてるし、飲み水の確保がおろそかになってたな。急いでポンプ作りましょ。だな。いっぱい倉庫作りまくって板使いまくったので、ザンダムに製材所を作りましょ。全体で無職300匹いるし仕事も作らなきゃだな。左遷現場も念のためポンプ追加します。忙しくなってきた。今使ってるポンプはそのうち建築予定の城に区画分けて使いたいし、いっぱい作らねば。ザンダムのほこら本山がいい感じ。お、放水場がいい仕事してるな。すぐ止まった。私の感動を返せ。てへ。大爆風のポンプも追加しましょ。うわ、ここめっちゃポンプギッチギチだな。この設置方法お気に入りです。
無駄のない設置。山城裏もポンプ設置。地味なインフラ整備が続いております。ニューフォーリンラブでは前回破壊した配給拠点跡地に家を建てましょ。あのダッサいところやっと作り直すのな。ダッサい言わないで。適当に後ろにある家と合わさる感じにして、大きな建物っぽい感じにしてみましょ。まあ完成が楽しみだな。そんなわけで色々建築予定出したのでしばし放置。水不足のアイコン出てるけど、ギリギリ持ちこたえてるな。建設予定出しすぎで作業進んでないけど、ついつい追加で依頼しちゃいます。我慢できず追加依頼しちゃうよな。ニューフォーリンラブの新しい家もでき次第追加で屋根とか設置しております。ふと更地にしようと倉庫を空にしていたのを思い出したので、潰しちゃいましょ。空にする設定だけして忘れてんじゃねえよ。てへー。裏側の昔適当に建てた家も屋根とかつけてみました。見えないところもちゃんとデコってんのな。そしてテラスなんかも作って無事完成。ビーバーめっちゃ和んでる。なお、陰キャなビーバーは入り口でうろついて何もせず帰ります。入る勇気はありません。まあ前よりかは見た目も良くなったかな？配給拠点違和感ありまくりだったもんな。そういえば大幕府の宮殿も屋根の工事忘れてたのでやらなきゃ。そういやこっちも宮殿作ってたな。森番の詰め所も完成してたので、がっつりメイプル植えちゃいましょ。これでかなりの丸太が確保できそうだな。左遷現場のお城周辺の設計をしております。まだ町の中心を設置してないから工事できない場所だな。どうやって川の流れを制御するか考えてる感じでございます。このマップ有料多いし一歩間違うとすぐ水没になっちゃうから、慎重にやらないとだな。そうしてだらだら倉庫できるの待ってたら、ついにこの時が来た。ビーバー1000匹来たー。目標にしてたビーバー1000匹、無事達成でございます。目標は達成したけどこれで終わりか？まだ動いてるし、開発途中なところもあるからもうちょっと頑張ろうかしら。私たちの戦いはこれからだ。お前前にもそう言って放置してるゲームが、まあ板足りなくて倉庫の建設遅れてるし、製材所でも建てましょ。しれっともうちっとだけ続くみたいです。そして今回も安定の水没事故。さも当たり前のように水没させてんじゃねえよ。てへー。新たに作った水門のせいかなー、とか思ってたら大惨事が発覚。大幕府めっちゃアイコン出てる食料不足に気づかずかなりのビーバーがお亡くなりに。こりゃビーバー1000匹に増やす過程で、食料のバランス崩壊させちまったな。みんなこのままじゃ飢え死にだ食料豊富な左遷現場に大移動せよー。走れ、走れ、走れー。民族大移動。大幕府、何気にニューフォーリンラブに次ぐ大都市、住んでるビーバーの数が半端ない。それゆえに食料が追いつかなかったんだろうな。ビーバーのいなくなった大幕府では、復興のため農場や畑の建設依頼を出しときます。無職有り余ってたから、あらかじめ余分に農場作っとけばよかったな。後の祭り。道の一部も橋にして、ちょっとでも多くの食料を確保しますです。ノーマル難易度を甘く見すぎて、ここに来てカッツカツに作り込むことになっちまったな。避難先の左遷現場ではご飯を食べてなんとか生存。難民ビーバーで溢れ返っちまってるじゃねえか。てへ。数が数だけに左遷現場の食料も枯渇する恐れもあるので、各所にビーバーを再移住させましょ。食料の備蓄を見て様子見中。地区の中心で難民ビーバーがたむろしちゃってるな。一気に動かすと他も崩壊しそうで怖い。だよな。少しずつ大幕府に戻しましょ。まあもともと生産力は高い町だし、無職いなければなんとでもなるかな。原因は繁殖ポットの増やしすぎだろうし、もうちょっと自重せねば。だな。でももっとビーバー増やしたいし森番の詰め所立てて、宮殿前にベリーでも植えちゃいますか。懲りずにビーバー増やす気満々じゃねえか。ニューフォーリンラブでも資材が枯渇すると怖いので、無職を運搬員にして効率を少しでも上げときます。とりあえず危機は脱したかな？ビーバー数も1000匹維持できてるしこれで一息つけるな。1000匹祝いの葉っぱ祝いじゃなくてもいつもお前爆破してんだろうが。シェシェシェー。
大幕府では食料の再生産が行われておりますが、また足りなくなると困るので一部森林を農地に変更。森林エリアは町の端にも作ったしこの方がいいかもな。橋を作って下を無理やり農地に。日当たりめっちゃ悪そう。ニューフォーリンラブでも植林エリアを一部潰して、ベリーに植え替えしますです。ベリーなくなったら繁殖ポットも止まっちゃうもんな。ではこんなところで今回はここまで、最後に街の様子を見てきましょう。なんだかんだでこの街もすっかりでかくなったな。配給拠点跡地の家。ちょっとだけおしゃれになったな。一生懸命に働くビーバー。それを尻目にのんびりするビーバー。大幕府大飢饉でそのまま居座っちゃったビーバー。うわ、ビーバー密度高いな。なお、奥の島のお城はそのうち作る予定。水門と堤防でうまく川の水が制御できるか心配。お前いつも溢れさせてるもんな。てっへ。ザンダムはそれほど変化ないけど、ダム横の家にこっそりテラスとか増えてます。こっそり回収してんじゃねえよ。今回作ったこの部分はまだ町の中心を設置してないので、一応ザンダムの範囲となっております。飢饉の対応で中途半端になっちゃったな。山城は板不足で倉庫まだ建設中でございます。てかここにも難民ビーバー溢れちゃってるな。今回も水没させちゃったこの町は農地がちょっと増えました。安定のやらかし。将来の水不足に備えて少し底下げ工事もやってたりしますです。大きな貯水槽もこっそり作ってあるのな。今回大飢饉に見舞われた大爆風。あれは結構焦ったな。完成した宮殿では、詰所のビーバーがベリーの育成を見守っております。なお、飢饉になっても見てるだけです。見てるだけの役立たずじゃねえか。新たに整備された農場では、今日もたくさんのビーバーが作物の収穫に勤しんでおります。てか農場よりも画面真ん中の詰所のビーバーがめっちゃこっち見てて気になって仕方ねえよ。マリサが役立たずとか言うから。すんません。こんな感じでビーバー1000匹の街となりましたがいかがだったでしょうか？もっとビーバーの続きが見たいと思っていただけたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。これの続きよりもフォークテールのハードが見たいとか、別ゲーやれよってコメントもお待ちしてるんだぜ。なお、採用するかはわかりません。おい。では、またお会いできることを願って。またねー。